皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。先日、私が働いている学校で、外国人に聞いた日本の文化、ここが面白い食事のマナー編を学生たちと一緒に勉強しました。これが私にとって結構面白くってね、今日はみんなにシェアしたいなと思っています。よかったら、彩り初級2の第10課の4を見てみてくださいね。彩りというのは、国際交流基金がネット上で公開してくれている教科書です。日本で生活するための日本語コミュニケーション力が身につきます。以前はみんなの日本語を使っていたのですが、日本で生活を考えている人は断然こちらの教科書の方がいいです。生活に役立つコミュニケーション能力が身につきますよ。各国の翻訳版もあります。はい。ちょっと話を戻して、彩りの教科書にこんなことが書かれていました。ラーメンを食べるとき、ズズズって音を立てるのがびっくり、うるさいよねって。ああ、これは世界的に見ても良くないマナーなのかしら。これ嫌いな人多いのかな。日本ではラーメンやそばを食べるときにズルズルと音を立てても OK です。この音を出すことで美味しいという気持ちを伝えることができます。でも、ご飯やスープを食べるときは、くちゃくちゃ音を立てるのは NG です。それから、こんな意見もありました。ラーメンのスープを飲むときに、丼を手で持ち上げて、直接口を当てて飲むのがちょっと嫌です。あー、これもダメか。でも、ラーメンの丼は大きいので、レンゲというスプーンみたいなのを使って飲む人も多いと思いますよ。日本ではご飯の入ったお茶碗は手で持って食べるのが一般的なマナーです。それからこんな意見もありました。水が無料なのがいいよね。何杯もおかわりできるし、おしぼりもいい。水が無料の国って少ないのかな。私が住んでいるインドネシアでは、ペットボトルの水か何か他の飲み物を頼みます。日本の居酒屋だったら、あったかいお茶も無料です。冷たいウーロン茶は有料なんですけどね。食後の温かいお茶は無料。もしかして店によって違うかもしれませんが。水の量が減っていたら店員さんがお水のおかわりいかがですかとテーブルまで聞きに来てくれるしね。おしぼりってどうなんだろう。海外で出してもらったことあんまりないような気がします。おしぼりは湿ったハンドタオルです。食事の前にそれで手を拭きます。たまに顔を拭いている人もいますが、基本的に手を拭くものです。おしぼりは冷たいところもあるし、温かいところもあります。個人的には温かいおしぼりが好きです。それから、居酒屋に行った時、頼んでいない料理が出てきて、お金を取られました。ひどいという書き込みがありました。確かにそれは事実です。それはお通しと呼ばれるものです。居酒屋に入ると必ずワンドリンク注文して、そしてお通しが出てきます。まあテーブルチャージだと思ってもらえればいいのかな。
食べ物がついてきてラッキーみたいな。でも嫌いな食べ物だと残念ですけどね。あと、チップの習慣がないのが素晴らしい。しかも安いお店でもすごくサービスがいいという書き込みもありました。チップの習慣がある国の人は、日本のサービスの良さにチップを払いたくなったことはありませんか？私は日本人なのでチップの感覚がよくわからなかったんですが、インドネシアでチップをあげる喜びを学びました。自分の喜びをチップとして相手に渡すととっても気持ちがいいんです。私は日本でもチップの習慣があったらいいなって思います。基本、居酒屋でチップを渡しても受け取ってもらえないと思います。個人でお金を受け取ることは禁止されていると思うので、それからいただきますとごちそうさまという言葉が好きですという書き込みもありました。これについては前回の動画でじっくりお話ししたので、そちらを聞いてくださいね。単なる食事の挨拶ではなく、とっても深い意味があるんです。私も日本人でありながら、このいただきますとごちそうさまの言葉は好きです。はい。彩りの投稿からは以上なんですが、お箸の使い方についても少しお話ししますね。やってはいけないことがあるんです。箸を食べ物に突き刺したり、ご飯に刺したりしてはいけません。それから箸で人を刺すのも失礼にあたります。あと、箸を食器の上に置きっぱなしにするのも行儀が悪いです。箸は箸置きに置いたり、割り箸の袋で箸置きを作ってそこに置いたりします。お店によっては箸置きがない時もありますからね。もし箸が難しかったら、スプーンやフォークをお願いしたら持ってきてくれますよ。はい。それから最後にもう一つ大切なことをお話しして終わります。それは残さず食べることです。日本では残さないようにするのがマナーです。これは子供の時から日本人は習います。食べ物を残すと食べ物を大切にしないと思われることがあります。もちろんお腹の調子や量が多いこともあると思うので、残してしまうことは仕方がないことです。日本は戦後あまり食べられない時期がありましたから、特に食べ物を大切にするという習慣があるのかもしれませんね。この話は終戦記念日の話でもしているので、聞いてみてくださいね。ですので、注文するときは食べれる量だけ注文するようにしています。そうそう、私のことなんですが、インドネシアの一人前が私にとってはめちゃめちゃ多いんです。特にご飯です。日本って小さいお茶碗で食べますからね。お腹が苦しいってなっても、なんとなく日本の習慣から残さず食べるということを何年もしていました。そしたら、太りました。当たり前ですね。一旦日本の習慣は横に置いておいて、自分が食べられる分だけ食べるようにすればいいのにね。最近は自分が食べられる量だけ食べるようにしています。そうすると、ちょっとずつ体重も減ってきました。はい。ということで今日はここまでです。今日は食事のマナーについてお話ししました。今回参考にした彩りの教科書に書かれていることは、私にとってとっても興味深い内容でした。外国人が日本の文化やマナーについてどう感じるのか、すごく興味があります。
皆さんもここが変だよ日本の文化があればぜひ聞かせてくださいね。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。